はい、こんにちは。サックスプレイヤーの熊谷俊です。毎週1本ヴィンテージサックスを紹介する、ヴィンテージサックスコレクションズ、ということで今週もですね、また、珍しいサックスを紹介していきたいなと思います。では行ってみましょう。さあ、今回紹介するヴィンテージサックスはこちらセルマー USA オメガという、サックスになります。これね、実は皆さん知っているセルマーとはまたねちょっと異なるメーカーでもあります。今回もね3つのトピックに分けて、こちらのサックス、いろいろと解説していきたいと思います。では行ってみましょう。はい、では最初のトピック、アメセルとは別物、ということで、ちょっと説明する前にちょっと音色聞いてみましょう。なんかね、サウンドとしては結構パキッとなる感じですね。あんまり深みとか渋みとかっていうよりはもうなんか明るくパーンとなるようななんかサウンドが特徴な楽器です。で、今回ね、アメセルとは別物って書いたんですけれども、実はこのセルマー USA っていうのはフランスセルマとはまた別物の会社になります。昔ですね、アメセルっていうのがあったんですけれど、このセルマー USA っていうのはもともとフラセルの楽器を、アメリカに拠点を置いて、セルマー USA がフラセルの楽器を売っていたっていうのがこのセルマー USA なんですね。どっちかというとスチューデントモデルって言って安い安価なサックスを作っているメーカーです。アメセルっていうのは実は皆さんご存知ないかもしれないんでちょっと説明しておくと、要はフランスからマーク6とかマーク7っていうのをアメリカに持ってきて、これを組み立て直したことによってアメセルっていうものになってます。なんで要は組み立てる工程がそのフラセルとアメセルで違うっていうところからまた音色の違いが出たりして、アメセルのマーク6、フラセルのマーク6みたいな区分けがされているんですね。なんで今回のこのセルマー USA っていうのはアメセルと呼ばれる組み立て直していたまたサックスはまた別の楽器になります。はい、次のトピック、セルマー USA の唯一のプロフェッショナルサックスということで、実はねセルマー USA ってさっきお話ししたように、要は学生向けというかこの安価なサックスを作っていたメーカーなんですね。ただちょっとこのオメガっていうサックス、これだけはね実はねプロ用として作った唯一のプロフェッショナルサックスなんですよ。で、このオメガって呼ばれるんですけれども、昔ねこのブシャーっていうメーカーが実はありました。このブシャーっていうメーカーセルマに買収されるんですけれども、そこからね実はいろいろなサックスの構造とかを取り入れた楽器なんですね。パッと見た感じはね、彫刻の部分であったりとか、この装飾の部分っていうのはね、まさにね、マーク6とかとアメセルとすごく似てるんですよ。フランセルマーっていうのはどっちかというと、クラシックとかジャズ向きっていうのとはまた別な立ち位置にある楽器なんですけども、このオメガっていうこのセルマー USA はまさにジャズ向きに作られた楽器なんですね。で、そういった中でこのプロフェッショナルサックスをちょっとねUSA も作ってみたんですけど、なかなかねやっぱりそうは言っても人気も出ずということで、あまり表立ったものとしてはできなかったんですけれども、本当にね構造的な部分はまさにブシャーの構造もなんですけども、まさにアメセルのような構造っていうのもすごくね取り入れた楽器ですね。はい、現行との違いということで、もうなんかね触った感じはね結構もう今の楽器とちょっと似ているなという、触った感じとしてはそんなに大きな違いはない、なんかもうやっぱ新しい楽器になってきてるなっていうところです。音色はやっぱりアメセルとかと比べるとちょっと深みがないというか、はっきりはなるけどちょっとヴィンテージならではのサウンドかっていうとちょっと程遠いかなみたいな、そういう印象がありましたね。学生モデルをちょっと良くしたみたいな。学生モデルって実はよく言ってますけども、実はアメリカでは音楽の授業でこういうビッグバンドとかやったりするんですね。そういった時に僕らがリコーダー買うような形で、サックスを買ったりトランペットを買ったりっていう風にするんですけれども、それをちょっと良くした感じなイメージですね。なんでなかなか今のそのセルマーと比べるとやっぱりかなり劣る部分っていうのは結構多いように感じます。はい、ではこちらのセルマー USA オメガを使ってですね、ジャズのスタンダードセントトーマス、お届けしたいと思います。張りのあるねサウンドでもあると思うので、ぜひ、サウンドをお楽しみください。
かがでしたか？このセルマー USA のこの張りのあるサウンド、皆さん楽しんでいただけたんではないかと思います。この動画が良ければ、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。またですね、こちらの、サックスに関する質問であったりとか、またなんかこんなんやってほしいみたいな、リクエストなどがあればコメントに残してもらえればと思います。また説明概要欄に、レンタルなんかもねやって詳細な写真とかも上げているので、ぜひそちらからリンクから飛んでもらえると見れるので、そちらも確認してみてください。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。サックスプレイヤー熊谷俊でした。